こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。過去の DIY の様子もすべて再生リストにまとめてますので、まだご覧になってない方はぜひチャンネル登録をして最初からご覧になってください。今回はドリンクホルダーを作っていきます。ドリンクホルダーは折りたためて取り外しもできるように作っていきます。それでは早速 DIY の様子をご覧ください。よろしくお願いします。まずはドリンクホルダーの上の板の部分をカットしていきます。上の部分をカットすることができました。折りたたみ式のドリンクホルダーを作りたいので、折りたたみ式の棚受け金具を取り付けていきます。設計図などは一切書かないタイプで、その場で色々と考えて作っていってます。棚受け金具を取り付ける位置が決まったので、ドリンクを置く場所にホールスを使って穴を開けていきます。ドリンクが2個置けるようにしたいので、2箇所穴を開けていきます。一番大きいホールソーでも穴が小さいので、あとはジグソーを使って穴を大きくしていきます。いい感じに穴を開けることができました。同じようにもう1箇所穴を開けていきます。2箇所穴を開けることができました。次にドリンクホルダーの下側を作っていきます。上の板と下の板を重ねて印をつけていきます。印をした部分をカットしていきます。次に上の板と下の板をつなげる棒をカットしていきます。高さのあるタンブラーでも置けるように作っていきます。足の長さは後日長めに修正してます。今映像に映っているのは少し短くカットしすぎました。次にニス塗りをしていきます。ドリンクホルダーもウォールナットに塗っていきます。折りたたみ式の棚受け金具を壁に取り付ける時の板も同じようにニスを塗っていきます。次に折りたたみ式の棚受け金具とそれに合わせてカットした部材を固定させていきます。なぜこれをドリンクホルダーに取り付けるのかというと、取り外し式にしたいからです。普段は壁に折りたたんでドリンクホルダーを収納して使用するときにさっと L 字金具で使えるようにして、さらにドリンクホルダーが邪魔な時は壁から取り外すことができるようにするためです。次に必要なパーツをすべて作ることができたので、ドリンクホルダーを組み立てていきます。まずは棚受け金具を取り付けました。
次に短くカットした丸棒を並べて上板と下の板をつなげていきます。カットした丸棒は木工用ボンドで固定させます。あとはボンドが乾いたら完成となります。ボンドが乾くのを待っていきます。ボンドが乾いたのでドリンクホルダーを左側の棚の側面に取り付けたいと思います。テーブルとドッキングできるように高さを揃えて取り付けます。テーブルを作っていく DIY の様子は次の動画で紹介していきます。よろしくお願いします。位置を確認して金具を取り付けていきます。こちらの金具は額縁フックとか壁掛け金具などで検索すると出てくるかと思います。Amazon でも販売されてますし、ホームセンターでもすぐに見つけられるかと思います。完成したので取り付けていきます。イメージした通りに作ることができました。折りたたんで収納もできるし、取り外すこともできます。ここからの映像は何ヶ月も後の車両が完成した後の映像になります。よろしくお願いします。完成した折りたためて収納もできて取り外すこともできるドリンクホルダーがこちらになります。上部に黒のアイアンステーを2箇所取り付けてかっこよくなってます。映像を見たらわかると思いますが、壁掛け金具を上の方にも1箇所取り付けてます。なので、ドリンクホルダーを上の方に収納することもできます。なぜドリンクホルダーを取り外し式に作ったかというと、僕の車両は4人乗りにシート展開することができます。なので、シート展開するときに下の方にドリンクホルダーがあるとぶつかって邪魔になるから取り外せるように作ったということです。ついでなのでシート展開する様子もご覧ください。フラットの状態からシートを簡単に展開することができました。シートを展開した時にドリンクホルダーが邪魔になるので取り外し式に作ったということになります。シートを出した時はドリンクホルダーは上部に収納されています。車内ではテーブルとドリンクホルダーの高さを合わせているのでくっつけて使用することもできるように作りました。個人的にはとても気に入ってます。ドリンクホルダーもいろいろ工夫しました。高さがあるタンブラーや太めのタンブラーでも置けるようにドリンクホルダーの穴を大きくしたり、下の板を深めに作って高さがあるタンブラーでも置けるようにしました。ということで今回は折りたためて取り外すこともできるドリンクホルダーの DIY の動画でした。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いします。
次回は車内でも外でも使えるテーブルの DIY の様子をお送りします。ということで今回はこれで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。